の可能性を追求してまいります。大いに競い合ってエンジンを盛り上げていこう。電動化時代にエンジンの未来を変えていく新しいエンジンの開発を進めています。今回のエンジンは全く発想が異なっておりますので、自信作ってことですね。でも楽しいですよね。多くの報道陣が集まっています。これからマルチパスウェイワークショップが行われます。トヨタ佐藤浩二社長入ってきました。松田諸社長、スバル大崎社長も一緒です。これから3社で未来のエンジンについて語ります。カーボンニュートラルの実現に向けて大切なことは、エネルギーの未来に向き合い、多様な選択肢を準備して CO2 の排出を確実に減らしていくことです。各社バッテリー EV の開発に取り組んでいますが、エンジンもまたマルチパスウェイに必要な技術であります。電動車の普及に向けてパートレーンに求められる新しい価値を追求し、未来のエネルギー環境に寄り添ったものに進化をさせていく、その志を持って私たちは新しいエンジンの開発を進めています。21世紀を前に燃費2倍の目標に掲げた初代プリウスの挑戦は、新しいエンジンの在り方を追求した取り組みでもありました。同様にこの数年間、カーボンニュートラルという課題に挑むべく、モータースポーツの現場でスバルらしさ、マツダらしさ、そしてトヨタらしさを生かしたエンジンの技術を磨き続けています。私たちはお互いの強みや課題を学び合うことが技術進化のスピードを飛躍的に高めてくれるということを実感しています。本日発表する各社のエンジンはそういった背景のもと開発が進められています。未来を作る挑戦において大切なことは、共に作る競争と競い合う競争であると思います。未来への志を共有する仲間と切磋琢磨することで技術は進化していきます。3社のらしさを生かしてマルチパスウェイにおけるエンジンの可能性を追求してまいります。皆様にエンジンの未来への思いについてお話しできることにとてもワクワクしています。さて、私たちスバルのありたい姿は笑顔を作る会社です。あらゆる人々に笑顔を届けるための活動の一つがカーボンニュートラル社会の実現を目指す取り組みです。かけがえのない地球環境を未来の世代に引き継ぐためには、自動車産業が今やらねばならないことは、車のライフサイクル全体でのカーボンニュートラルを世界各国の実情に合わせて現実的かつ着実に進展させることです。我々完成車メーカーだけではなく、自動車産業を支えるサプライチェーン全体、さらには自動車を取り巻く産業界全体で働く仲間を誰一人置いていかない、そして多様な思考を持つお客様も誰一人置いていかない、そういう姿勢で取り組んでまいります。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、特にエンジンについて一緒にできることは手を携えて共に未来を作ろう。そして競い合うところは大いに競い合ってエンジンを盛り上げていこう。この呼びかけに私たちスバルも賛同し、本日に至りました。自動車業界がモビリティ社会へ変貌を遂げていく、その黎明期において
真に持続可能な社会に向けてマルチパスウェイという考え方で責任あるトランジションを進めていくことが重要であると考え、その鍵となる電動化時代における内燃機関の役割という点について今回の趣旨に全面的に賛同しています。志を同じくする仲間と切磋琢磨し、また協調し、共に取り組んでいくことでお客様がワクワクする車を提供し続けていきたい、そう思っています。今まさに内燃機関と電動化デバイスを組み合わせ、そしてカーボンニュートラル燃料までを含めた取り組みをしっかり進めることで、規範車も含めて足元から CO2 の総排出量を下げていくこと、多様なソリューションをお客様のニーズ、ウォンツ、ライフスタイルに合わせてご提供することにより、より多くのお客様に地球環境保全へと参画していただけるようにすることが非常に大切だと考えています。スバル、マツダ、トヨタ3社のトップが一堂に会した異例の会見。電動化時代にふさわしいエンジンの開発を続けていくと共同宣言をしました。バッテリー EV、ハイブリッド、エンジン、水素、あらゆる道を通して CO2 の排出を減らすマルチパスウェイ戦略でカーボンニュートラルの実現を目指します。ではなぜ3社共同での発表となったんでしょうか。きっかけはトヨタイムズでもお伝えした1月の東京オートサロン、秋夫さんからのメッセージでした。車好きが車を囲んでカーボンニュートラルに向けた現実的な手段としてエンジンにはまだまだ役割がある。だからエンジン技術にもっと磨きをかけよう。この時代にエンジン逆行しているように聞こえるかもしれませんが、決してそんなことはありません。エンジンを作ってきた皆さん、エンジンを作り続けましょう。動力は何でもいいんです。真実はいつも一つ。敵は炭素ということだけです。とにかく普通の車好きのおじさんとしてマルチパスウェイにおけるエンジンの重要性を改めて示した豊田章男会長。みんなで作るもの。それからおよそ半年、3社が集まりワークショップを開催したのです。そして今それぞれが開発をしている次世代エンジンを同時に発表しました。トヨタは低排気量の直列4気筒エンジンを新たに開発をいたします。開発コンセプトは2つです。1つは電動ユニットとの組み合わせによるさらなる効率の追求と小型化です。電動ユニットにエンジンを搭載するという発想に立ち、モーターとエンジンの得意領域を生かしたこれまで以上に高い効率を実現する技術を磨いていきます。そしてもう一つはバイオ燃料や e フューエルなど燃料の多様化への対応です。これまでトヨタは D4S など高度な燃焼技術を手の内化してまいりました。その強みを生かすことでエンジン側で多様な燃料を効率よく使えるようにしてカーボンニュートラル燃料の普及に貢献したいと考えています。普及に向けては燃料の使用量を増やしていくという取り組みが重要であると思います。その一環として出光興産、エネオス、三菱重工とともにカーボンニュートラル燃料のサプライチェーンの構築に向けた検討を進めてまいります。直列4気筒は長い歴史の中で鍛え続けられてきたエンジンです。
構造がシンプルで搭載の自由度が高く、ファミリーカーからスポーツカーまで多様な商品ラインナップを支えてまいりました。トヨタの新エンジンも素性を徹底的に磨き、カーボンニュートラル時代の多様な商品を生み出すことができるパワートレインに育ててまいりたいと思います。一口にエンジンといっても仕組みは様々です。トヨタはシリンダーが直列に4つ並んだ直列4気筒エンジンの開発を進めます。一方でスバルはシリンダーが向き合うように水平に配置している水平対向エンジンで、マツダは三角形のローターが回転することで動力を得るロータリーエンジンで開発を進めます。スバルにとって内燃機関イコール水平対向エンジンです。先人たちが自動車の動力源として合理的かつ理想的だと考えた水平対向エンジンの縦置きレイアウトは、軽量、コンパクト、低重心、低振動、そして衝突事故時の安全性といった水平対向エンジンの特徴と、左右対称のパワートレインレイアウトを生かした優れたパッケージングを持つスバル独自のシンメトリカル AWD に発展し、私たちは長年にわたってその技術を磨き続けてきました。スバルらしいバッテリー EV を生み出すと同時に、水平対向エンジン AWD に高い信頼を寄せ、これを愛してやまないお客様の期待にこれからも応え続けていきます。電動化時代における内燃機関に関しては、当社にはロータリーエンジンというユニークな内燃機関があり、長年研究開発をしてきました。ロータリーエンジンは小型軽量高出力で、その構造の特性上燃料に対する雑食性があるという特徴を持っています。このコンパクトなサイズに加え、エンジンの補給類のレイアウトの自由度が大きいので、革新的パッケージやデザインが実現できる利点があります。加えてその静粛性や振動の少なさという特徴も唯一無二の価値だと思っています。私はこのロータリーエンジンは電動化時代に新たな価値を提供できるユニットとして大いなる可能性を持っていると考えており、現在ロータリーエンジンが克服すべき課題であるエミッション適合性の開発に全力を傾けているところです。こちらは V 型8気筒エンジンのレクサス。車はエンジンのタイプによって聞こえてくる音も様々です。スバルの水平対向エンジンから聞こえてくる音は、そしてマツダのロータリーエンジン。
スバル、マツダ、トヨタ3社が新たに作る次世代のエンジンはどんな音を奏でるんでしょうか。完成が楽しみです。今回のマルチパス A ワークショップ CEO 会見だけではなくて、各社このようにブースを設けまして、技術部門のトップですとかエンジニアたちがより詳しく分かるようにエンジンの説明を行っています。さてここからはトヨタの次世代エンジンを掘り下げます。テーマはエンジンリボーン、電動化に合わせた新たなエンジンです。それでは今回の新しいエンジンについて紹介させてもらいます。向かって皆さんが右側にありますのが 1.5 リッターのエンジンです。これ従来は3気筒でやっておりましたが4気筒のエンジンです。その大きさがどういうものかっていうのを比較してみますと、体積で約 10% 低減され、高さですね、全高、この高さも約 10% 低減できております。それだけコンパクトだというふうに見てください。ちなみにあちらのプリウスに同じエンジンを搭載しております。従来のエンジンと新しいエンジンの高さの差というのを後ほど見ていただければ一目瞭然です。これを見比べていただくと、エンジン風土自体をもっと低くすることができます。それだけ冒頭申し上げました LFZC のようなバッテリー EV でしかできなかった車のスタイリングをエンジンが乗っかっててもできるよというのが一つの大きな我々の達成果でございます。エンジン風土が低くなると空気抵抗が減ります。するとセダンクラスで 12% の燃費改善が見込まれるそうです。これらの改善によりエンジンは小さくなってもその出力は維持できるといいます。こういうことですね。非常に小さなエンジンでもありながら高出力、高効率、燃費が良くて非常に馬力が大きいエンジンを作ることができました。なぜこれが実現できるかというのは、電気との組み合わせというのが一つのミソになります。今回のエンジンは従来の TNG エンジンとは全く発想が異なっておりますので、リニューアルなエンジンでエンジンリボンと呼んでいると。特に電動化との組み合わせでその効果がより発揮できるエンジンを作ったというふうにご理解いただければと思います。電気っていうものが出てきた時に正直我々もですね、まだまだそのバッテリー EV を正直ここまでディープにやるまではあまり分かってませんでした。やっぱりエンジンというものの効率の悪さをいかにしてハイブリッド技術で補うかしか考えてなかったんですけど、バッテリー部やらせていただいたおかげでですね、電池の使い方だとか、これ電池だけで使うんじゃなくてエンジンを例えばレンジエクステンダーみたいな使い方だとか、さまざまなバリエーション、極端に言いますと横軸に電気リッチ度合いって書いて0から100までそれぞれどういう組み合わせがいいかということをしょっちゅう議論してます。実はこのぐらいの電気とエンジンの比率だとこういう可能性が出てくるし、こういう技術が使えそうだっていうようなことを今までは正直使ってもエンジンが70、80はあるという前提しか考えてなかった。ハイブリッド自体がやっぱりエンジンの効率の悪いところを使う補うための技術っていう見方だったのが、それはだいぶと発想は変わりました。さまざまな組み合わせが今後その電気とエンジンという組み合わせできると思いますし、規制がどんどん厳しくなってきているところで、やはりその電池のうまい使い方をすればエンジン自体がまだ存続もでき、かつ非常にアフォーダブルにトータルとしてはコスト的にもできるんじゃないかという思いがあってやってきたということで、ご指摘いただいたように小さくすることはですね、大きい私が言うのもなんですが、小さいことは大を兼ねると私は思います。記者から開発コンセプトの一つ、バイオ燃料への対応を聞かれると、ぜひ一緒にブラジル行きませんか。ブラジルでは FFV といってですね、バイオ燃料とガソリンを混ぜた燃料が実はガソリン燃料よりも安く提供されております。少しでも化石燃料の使用を減らして CO2 を減らそうというバイオ燃料はすでに我々 FFV と称して、ブラジルでやってますし、それにハイブリッドの技術もいち早く投入させてもらいました。ブラジルではサトウキビから作られるバイオエタノールが車の燃料として広く使われています。また国内で生産される車の9割が
FFV と呼ばれるフレックス燃料車です。このようにカーボンニュートラルへの道は国によって事情が異なります。だからこそさまざまな選択に対応するマルチパスウェイが必要なのです。バイオ燃料も一つの選択肢に絶対なると思い、かつエンジン側もですね、少し改良を加えることによってこういった合成燃料が少し安く作ることができないか。合成燃料もさまざまなブレンドがあります。そのブレンドでかかるお金を少しでも安くするための手段がないかということも我々からも歩み寄る。すなわち今までは燃料は我々は知りません。我々車屋です。燃料屋さんは車のことを知りません。ではなくて、両者が歩み寄って両者のゾーンを重ねることによってカーボンニュートラルの幅を広げていく。お互いの技術の知見を合わせることによって不可能なことが可能になるという、そういうチャレンジをしているというふうにご理解いただければ非常にありがたいですし、ぜひとも応援いただければと思います。トヨタが新たに開発をしている次世代のエンジン、一体どのようなものなんでしょうか。取材しました。富士スピードウェイにやってきました。今日はですね、電動化時代のエンジン体感させていただきます。上原さん、よろしくお願いします。おはようございます。すいません、この車を用意したということは今回は、乗せてもらったのは開発中のエンジンを搭載した試作車です。機密なのでお見せできないんですが、ぜひエンジンの音にも耳を傾けてくださいね。すごいパワー。出るんだ。はあ、楽しい。もう一回入れますよ。いいですね。これですよ、これ。そうですね。スポーツカーのやっぱり楽しいこの感覚ね。はい、体にこうぐーっとこう圧力がきて。おー、いい。お楽しい楽しいですね。楽しいですよこれ。直線だけでもかなり楽しいですね。そうですね。加速感がだいぶ感じられますよね。はい。でもなんだろう、なんかうまく説明できないんですけど、もっと同じぐらいのスピードが出る、同じぐらいの車で体感した時って、もっと爆音聞こえるし、体にもぐわーっとなんだろう、そのスピードから来る圧力だけじゃない揺れっていうんですか、を感じてた感じなんですけど、そういう無駄な動きがないというか。そうですね。エンジン自体の高さも低いですし、でかなり車の後ろの方にも積めるので、低重心でしっかり車両全体で静止もできるので。そうか、エンジンがコンパクトになることによって、車の良さがさらに引き出されてるってこと。はい、そうです。なるほどね。エンジンの性能だけじゃないんだ。結構ドヤ顔してますね。自信作ってことですね。でも楽しいですよね。ねえ、楽しい楽しい。もう降りなきゃいけないんですか？もう降りなきゃいけないんですか？ですかね。もう降りなきゃいけないの？はいって言ってますね。またいつでも乗りましょう。ありがとうございます。まだ乗りたいです。ごめんなさい、時間がありますんで。でも今日は本当にありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。僕たちは今これからの電動化、知能化、多様化の時代に備えて全く新しいエンジンを作ろうとしています。でもちろん排気もものすごく綺麗なんですね。でもそれだけではやっぱり車好きの皆さんのために何かもうちょっと期待してるだろうということで、こんなバージョンも用意してみました。今日はそれを乗っていただいたんです。なるほどね。皆さんに本当にいろんな生活の場で使っていただけるエンジンを作っていこうと思っています。みんなが喜びますね。そしたら。ありがとう。そう思ってます。そうなるように頑張ります。中島さん、会議中だからダメだ。喋れないです。実はあそこにいるんですよ、中島さんが。ほら、会議に出てるんで。聞いてください。ねえ、いいですね。ねえ。エンジニアたちがプライドをかけて開発する次世代のエンジン。切磋琢磨する中でどんなエンジンや車が誕生するんでしょうか。トヨタイムズは取材を続けます。
続いてはカーボンニュートラル社会実現に向けた新たな取り組みをご紹介します。走行中に CO2 を排出せず環境に優しいと言われているバッテリー EV。 伸びやかな加速を楽しめたり車内がとても静かといった特徴もあります。一方でバッテリー切れへの心配が尽きないのも事実ですよね。そこでトヨタが始めた新しいサービスがあります。こちらは東京ミッドタウン日比谷の地下駐車場にある急速充電施設レクサス充電ステーション。レクサスの充電ステーション2つのこだわりがあります。1つ目はですね、去年からサービスしてるんですけども、日本初のですね予約機能付きの充電ステーションでございます。充電ステーションの利用方法はインターネットでアカウントを登録し車のメーカーや車種を入力、事前に予約を入れれば完了です。2つ目のポイントはですね、シームレスな充電シーンを作っておりまして、通常ですとですね車を止めましていろいろ操作をしてですね充電が開始されるんですけども、事前にですね車のナンバーをですね予約時に確認しておりますので、車が来たらですね備え付けのカメラでそのナンバーを認証することによりまして、お客様は止めていただいて、で充電器のプラグを挿していただく、でそれで充電がスタートするということで、特に何も手を加えることなくシームレスな充電が開始ができると、そういったところがレクサスらしいこだわり。このレクサス充電ステーションが6月21日からトヨタ車に乗っていなくても全てのバッテリー EV ユーザーが利用できるようになったのです。ガソリンスタンドの数ほどまでは言わないですけどね、それの3分の1でも半分でもいいと、気軽にこう入れて充電できればいいかなと。こう商業施設とかコンビニとかね、そこに設置されてたね。車の充電を示す携帯の画面をお店の人に見せれば、なんと無料でおすすめのスイーツを楽しむことができるんですよ。レクサスミーツの美味しい秘密はこちらの動画をご覧ください。レクサス充電ステーションは今後全国に広げていく考えです。ここ名古屋駅にほど近いこちら大名古屋ビルジングの地下駐車場にも充電ステーションを今年度中に設置することになっています。充電ステーションは1分120円で利用できます。急速充電なので車種によっては30分でおよそ 80% 充電できるそうですよ。今回レクサスの充電ステーションを本当に全てのウェブユーザーに開放するっていうのはどういった経緯から決めたんですか？我々もそのバッテリー EV っていう車を販売するっていうことだけじゃなくて、せっかく選んで買っていただいたお客様がやっぱり便利に安心して使える、そういう環境とセットでやっぱりこれからのそのバッテリー EV の普及っていうものをやっていかなきゃいけないなっていうことで、やっぱり買っていただいたらまずレクサスは家庭用の充電器を無償でお付けするっていうことと、あとやっぱり出かけた先でそこでもちゃんと充電できるようにということで、レクサス専用の充電ステーションというのを、これをどんどんこう増やしていこうと。レクサス社のオーナーだけじゃなくて全てのユーザーが使えるというふうになったら、逆に言うとね、じゃあ予約レクサスユーザー取れるのかなとか心配もオーナーとしては出てくるんですけど、まず予約のやっぱり優先権っていうのはレクサスのオーナーさんにあります。なのでかなり早い時期からその予約枠っていうものがこう予約できると。で、予約埋まってないところをそのまま何も使わずに置いとくのはもったいないので、あるタイミングからは全てのお客様もそこに予約ができると。で将来的にはまずは全国100カ所を設置するっていうことを一つの目標にして、今どういう場所に立てていったらいいのかなっていうのをいろいろ皆さんと検討しているところです。その販売店でも充電できるじゃないですか。
それも含めたらもっともっとすごい数になりますよね。そうですね。販売店の皆さんにも協力いただいて、レクサス店舗には急速充電器を、これから全店舗に、150キロワットの充電できるような充電器を全店舗にこう置いていくっていうようなこともやって、トヨタの店舗にも急速で充電器をどんどん置いていくということで、全国でいくと、トヨタの店舗は4500店舗くらいあって、レクサスが大体200店舗くらいありますので、そうするとトヨタのその店舗のマークだとかレクサスの店舗のマークを見れば、あそこに行けば充電できるんだって、そういう安心も持ってそのバッテリーEVっていうものを使えるような形にできるんじゃないかなっていうような、そんなことも考えています。